こういうアイドリングの音に毎日悩まされていて、で、結構辛いなって思ってます。で、今回の動画は僕のショートライフアップデートというか近況報告をしようと思ってます。最近ね、風がめちゃめちゃ強いんですよ。だから撮影に向いてない天候かもしれないですね。日本の春はね、結構風が強い日が多くて、風と雨が強くてあっという間に桜が散っちゃうんですよね。で、今日はこれから二子玉川っていうところにね、仕事しに行きます。で、二子玉川ってね、観光客の人はあんま行かないと思うんですけど、でも結構東京とかに住んでる人たちにとっては素敵な場所だなって人気なところです。で、鎌倉に住んでた時はこうやってね、カメラ持って歩くこと多かったんですよ。あそこは観光地だし、カメラとか持ってても何も言われないので。ただ東京だとカメラ持ってるだけで目立っちゃうので、なので撮影の機会ちょっと減っちゃいましたね。皆さんこんにちは、ユーザーアドベンチャーズのゆうです。本当にお久しぶりですね。 YouTube の動画投稿するのは2週間ぶりになるんじゃないかなって思います。で、実は最近結構いろんな動画撮影プロジェクトがあって、いろんな撮影機材を紹介する動画を作らなければいけなくて、すごく忙しくしていました。特に伊豆大島っていうところに行ってたんですけど、そこではね、ドローンの映像とか撮ってて、それがね、結構大変だったんですよね。で、伊豆大島でのドローンの映像だけじゃなくて、山梨の河口湖に行ったりだとか、いろんなところで撮影をしていたので、結構そのプロジェクト自体は時間がかかりました。で、その動画は多分ね、来週か再来週ぐらいに公開できるんじゃないかなって思うので、ぜひ楽しみにしてください。本当に素晴らしい映像が撮れたので、皆さんにお見せしたいと思ってます。で、僕の誕生日ね、皆さんお祝いしてくれて本当にありがとうございます。で、誕生日にはね、いろんな洋服を買いました。例えばこの洋服もね、誕生日にね、自分で購入したものです。で、これどこで買ったっけな、新宿で多分買ったと思います。で、この洋服ね、結構気に入ってて、2日に1回とかね、3日に1回ぐらい着てますね。本当に皆さんお祝いしてくれてとても嬉しいです。で、東京に帰ってきて、で、結構ね、いろんなことをするようになったんですよ。で、それはまずやっぱり友人と一緒に撮影する機会が増えたっていうことと、あとは、鎌倉にいた時よりもショッピングとかはするようになったかなって思うのと、あとはシェアラウンジを今借りてるので、二子玉川とか渋谷とか、あとは自由が丘とか代官山とか、いろんなところで仕事ができるようになりました。で、シェアラウンジは結構高いんですけど、でも集中して仕事ができるので、とてもいい環境だと思います。今ここのスタジオっていうのは結構騒音がうるさいので、なので撮影とか編集をできる時間が結構限られちゃってて、で、今はたまたま外で雨が降ってるので、なのでアイドリングとかね、お隣さんとかがしてない状態なので今動画を撮ることができています。で、結構ね、ハーレー・ダビッドソンのアイドリングの音がね、大変なんですよ。本当にうるさくて。だから僕は編集とか撮影とかスタジオじゃなくて外でね、するようになって、シェアラウンジを契約しました。できればね、ここをなるべく早く引っ越したいなと思っています。引っ越し代はかかるんですけど、自分が居心地がいい場所に住むのがベストだと思うので、実は最近鎌倉の物件とか、いろんな物件探してて、最悪ね、別に東京じゃなくてもいいかなと思って、鎌倉好きなんですけど、鎌倉の物件なかなか見つからないので、なのでいい物件がなければ、鎌倉じゃなくても、あるいは東京じゃなくても、例えば京都の方を引っ越してみるとかで、そういうのも意外とありなのかなって思ってます。東京と比べると京都の方が観光地はたくさんあるし、自分も京都に詳しくないから京都を知るいいきっかけになるかもしれないし、大阪とかも行きやすくなるし、いろいろ面白い映像撮れるんじゃないかなって思うんですよね、東京と比べて。だから、京都に引っ越すっていうのも一つ選択肢としてはありなのかなと思います。
で、あるいは京都のすごく安いアパートを一つ借りるとか。そうすれば新幹線で京都に撮影しに行った時に、ホテルに2日間ぐらい泊まったら今4万円ぐらいかかっちゃうと思うんですけど、でも安いアパートを5万円とか6万円で借りることができれば、ホテルに2日3日泊まっただけで元が取れてしまうんじゃないかなって思うので、なので安いアパートを京都で借りるっていうのも結構いいのかなと思ってます。ちょっと今外アイドリングの音聞こえますよね。でこれが結構仕事とかやってる時に大変なんですよね。だから引っ越しっていうのもいいのかなっていうふうに思ってます。こういうアイドリングの音に毎日悩まされていて、で結構辛いなって思ってます。僕の仕事って撮影とか編集なので、結構ねこういう音があるだけで仕事ができないっていう風になっちゃうんですよね。だから本当に辛いんですよ。で今このスタジオもう決して安くないので、何のためにお金払ってるのかよく分かんないんですよね。でも引っ越しすごいお金かかったので、なんとかならないかなっていうふうに思ってます。やっぱりいいとこを見つけて早めに引っ越すのがいいんじゃないかなって思ってます。話はちょっと変わって、で僕はいろんなところに撮影に行ったり旅に行ったりするので、なのでいろんな方がどんなキャリーバッグ使ってますかっていう風に質問してくれるんですね。僕が最近よく使っているキャリーバッグはレベル8のキャリーバッグになります。このキャリーバッグは非常におしゃれなデザインで、このキャリーバッグはエージェントブラックの6ピースセットで、キャリーバッグの中にさらに細かく収納できるバッグが入っています。中に仕切りがないキャリーバッグ単体だと、物をどこにしまったのかとか、物がバラバラになってしまったりとか、収納に困ることがあると思うんですけど、こちらのキャリーバッグには6ピースセットなので小さなケースがあるので、そのケースの中に細かいものだとか、あるいは洋服だとか化粧品だとかカメラの機材だとか、いろんなものを入れることができると思うので、なので自分だけじゃなくて皆さんにもとてもおすすめできるキャリーケースです。このキャリーケースはとても洗練されたデザインなのでどんなファッションにも合うと思います。で実際僕は今回伊豆大島の撮影プロジェクトの時にモデルさん2人に使ってもらったんですけど、どんなファッションにも合うなって改めて思いました。本当にかっこいいデザインなので旅行にも普段使いにもとても合うと思います。で僕自身がキャリーバッグに求める条件っていうのはやっぱり頑丈なことで、そして物がしっかり収納できること、あとはデザインも大事かなと思ってます。このキャリーバッグは全ての条件をクリアしているので、これが今自分のお気に入りのキャリーバッグです。で概要欄にリンクを載せるのでぜひチェックしてみてください。最近クリエイター2人と伊豆大島に行ったんですけど、その伊豆大島では本当に美しい映像が撮れました。なのでその映像を皆さんに紹介できるのをとても楽しみにしています。ドローンで撮影した美しい景色を皆さんにお見せしたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。で、すごく残念なのが今ここで話してて、やっぱり外のアイドリングとかうるさかったと思うんですけど、排気ガスの匂いがすごいですよね。今家の中一気に臭くなっちゃいました。だから環境的に本当に良くない。もう本当にしんどい。早く引っ越しましょう。そのために頑張って仕事をしないといけないですね。もう今僕この4年間で4回ぐらい引っ越ししちゃってるんですよ。だから年に1回引っ越ししてるんですよね。それはどんどん撮影する環境を良くしていこうっていう風なアップデートもあるんですけど、ただ今回に関しては本当に環境が悪すぎるんですよ。毎日悩んでて、どうしようかなっていうふうに思ってます。最近ね、本当にいろんなところで撮影してました。でやっぱりね、僕は自然が好きなので島に行ったり、あとは自然がたくさんある田舎に行くっていうのは本当に嬉しいんですよ。カメラを持ってドローンを持っていろんなところに撮影しに行くっていうのが僕の本当に喜びなんだなっていうふうに思います。で皆さんはカメラ興味ありますか？カメラを持って
外を歩くと人生が変わると思うので、ぜひカメラに興味がない人も iPhone とか、カメラとかアクションカメラとかでもいいので購入してみるといいと思います。そういえば結構髪の毛が伸びてきました。ちょっと前髪の毛を切りすぎてしまって動画を撮るのが恥ずかしくなってしまったんですけど、結構髪伸びてきたので少しずつ動画を撮っていこうかなと思ってます。皆さん、僕が髪の毛短いのと長いのどっちが好きですか？これは結構長い方だと思うんですけど、皆さん僕の短い髪の毛ってあんまわからないかな。だけど短い方よりも長い方が僕は好きです。去年ドローンの免許合宿に通ってドローンを操縦する機会がたくさん増えたんですけど、皆さんドローンの映像好きですか？普段見えない視点から撮影された映像っていうのはとても新鮮で、本当にドローンを操縦していて心が奪われるようなね、そんな景色が世の中には広がってるんだなっていうふうに思います。まるで鳥になったかのような景色を見ることができて、ドローンって本当に素晴らしいなって思います。で、今後皆さんにいろんな場所で撮ったドローンの映像とか、あとは水中での撮影だとか、幅広い美しい映像を皆さんに届けたいと思っているので、ぜひそれらの動画楽しみにしてくれたら嬉しいです。で、また今後皆さんに DJI のね、撮影機材をたくさん紹介していきたいと思っています。で、DJI の撮影機材は僕はもう5年前ぐらいから使ってるんですけど、本当に DJI のプロダクトっていうのは僕のコンテンツ制作をとても助けてくれています。素晴らしいカメラ、素晴らしい撮影機材がたくさんあります。ドローンも含めて本当にたくさんの機材を取り扱っています。なのでクリエイターだけじゃなくて、旅行が好きな人、日々の思い出を残したい人、全ての人に DJI のプロダクトはお勧めできるので、DJI の製品紹介も楽しみにしてくれたら嬉しいです。では今回のビデオは終わりたいと思います。動画を見てくれてありがとうございます。ではまた。